トイボールファクトリーです。今回はマスターグレードフリーダムガンダムバージョン 2.0 をディアクティブモード風にテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。マスターグレードフリーダムガンダムバージョン 2.0 は2016年4月に発売されたキットで、デザイン性、アクション性ともに大幅なアップデートを施されて話題になりました。久しぶりのマスターグレードキットの制作なので楽しみです。それでは作っていきましょう。ということで、マスターグレードフリーダムガンダムバージョン 2.0 を作っていきますよ。マスターグレードの塗装動画はこれで2本目になります。マスターグレードはね、作るのが大変なので、なかなか作るのに勇気がいりますね。僕が塗装動画をアップするようになる前は、マスターグレードばかり作っていました。マスターグレードはキットの出来が良く、改造しなくてもかっこいいので、技術がなくても簡単に満足する結果を得られるのが最高です。まあ時間はめっちゃかかりますけどね。ご多分に漏れずパーツ数がめちゃくちゃ多いです。頭部だけでも15パーツ。当然色分けは完璧と言っていいと思います。まあイージーガンダムを見た後だとツインアイの熊取りの色分けもしてほしいですけどね。さすがに贅沢かな。お、イケメン。腰を作っていきますよ。作っている時はよくわからなかったんですが、股関節の付け根自体が動いたりしてかなり可動範囲が広がる工夫がされているようです。そこら辺がバージョン 2.0 ということなんでしょうね。スカートアーマーの裏打ちパーツもあり、抜かりのないキットなのがわかります。お次は腕を作っていきます。さすがマスターグレード、パーツ数が多いな。並べるだけで一苦労ですよ。並べ直すのも大変。まあそれは置いといて、腕がかなり細いせいかフレーム構造はほとんどないようです。それでも肘に引き出し機構があり、可動範囲が広がるようになっているそうです。しかしディティールが多いパーツばかり。どれがどこのパーツなのか意味が分かりにくいですが、組み上がっていくとパズルを解いたようにかっこいい腕の出来上がり。さあ次は足を作っていきますよ。足全体を作るつもりがパーツが大きすぎで画面に収まらなかったので2部構成でお届けします。画面に映っているのは足首と足のフレームパーツでした。足首だけで17パーツかな。なかなか大変。しかし細かくパーツ分けされている方が塗装には都合がいいんですよね。色分けをマスキングで再現しようとすると失敗することもありますからね。ということで足の組み立て第2部。今度はちゃんと画面内に収まった。太ももと膝に連動してスライドするギミックがあります。最近は定番のギミックですね。こうして足だけ見てみると初代ガンダムのデザインが色濃く出ていますね。ダムもしっかり。さあ武装を作っていきますよ。腰のレール砲って本体を作り終わるまでにもう4分経ったの？実際には数時間かかってますけどね。まあ時間はかかるんですが、難しいところは何もないのでストレスなく楽しく作ってますよ。お次はフリーダムの特徴であるウィングユニットを作っていきます。ウィングユニットはパーツが大きいので4部構成でお届けします。はい、もう第2部に突入しております。バラエーナプラズマ収束ビーム砲かな。いろいろ設定が難しくてよくわからん。
ここも大胆にアレンジされていて、かなり派手になっていて話題になっていました。さあフリーダム最大の特徴、大きな翼を組み立てていきます。おや、めっちゃパーツが揃ってるじゃないか。カバーをつければそんなに気にならないかな。気になる人はパーツ請求しましょう。全体を組み上げて、これでウィングユニットの完成です。まだパーツがあるんかい。続いては武装を作っていきますよ。翼しか見てなくて、ライフルやシールドがあるのを忘れてました。ガンダムですもんね。そりゃライフルもシールドも持ってるわ。お、ケメン。それでは一通りのパーツが出来上がったので、全体を組み上げていきます。頭を取り付けて、これで完成。はーい、めっちゃかっこいい。もう塗装しなくていいじゃんと思っちゃうくらいにかっこいいですね。プロポーションがいい。モデル体型みたいです。翼が外れちゃった。まあいいか。手足が長くて腰がくびれてスーパーモデルのようです。イケメンさんやね。可動範囲は申し分なく、人間をはるかに超える可動域ではないでしょうか。劇中で見られたようなポーズは大体再現できそうです。そして翼、めっちゃ重い。そりゃ外れるわ。翼を展開させるとフルバーストモードになるんですが、なんだかうまくできない。中途半端なフルバーストモードになっちゃった。なんだこりゃ。後で説明書をちゃんと読もう。それではバラして塗装前の処理を、また落ちた。さすがに重力には勝てないか。あれ、今日サンバカーニバルでしたっけ？フルバーストモードちゃんとできるようになってましたね。ということでゲート処理を行っていきますよ。ゲート跡が分かりやすいようにマジックペンで印をつけました。丁寧にパーツを分解して、ゲート跡がここにもあるな。まずはステンレス製の金属ヤスリシャインブレード6でゲート跡を削っていきます。ゲート跡といえば時々見かけるんですが、ゲート跡のことをバリと呼ぶ人がいますね。本来バリは金型と金型の隙間に樹脂が流れ込んでできてしまう部分のことで、普段目にする機会があるものだと金型で作るお菓子の周りにできる余分な部分というと分かりやすいでしょうか。金型のはめ合わせの精度が低いとできるもので、今時のプラモデルでバリがあるものはごく稀だと思います。パーティングラインはバリの名残とも言えるかもしれませんが、対してゲートは金型に樹脂を流し込む道の跡で、これは金型での樹脂成形では避けられないものです。まあバンダイの技術力ならそのうちゲートが全くないプラモデルを作りそうな気もしますが、まだその時ではないので、それまではゲート処理を頑張る必要がありますね。ということでゲート処理終了。ツルツルのテッカテカ。はい、こちらは頭部のフレーム部分。ここにバルカンの方向があります。ここね。方向をピンバイスで穴を深くしてメリハリをつけます。ほとんど違いはわからないですが、ちょっとだけかっこよくなります。4K で見ないとよくわかんないかな。さあ楽しい塗装の時間です。今回もサブレス塗装 EX ブラックから塗装していきますよ。EX ブラックなどの塗料が普通に買えるようになってきましたね。普通に買えるって誰かの特別な働きで得られるものだったんですね。ありがたいですね。ということで今回はフェーズシフト走行の電源が入っていない状態、ディアクティブモードをイメージして塗装していきます。劇中のディアクティブモードは全体にモノクロ調で表現されていますよね。それをメタリック塗料を使って表現してみようと思いついて、積みプラの中にあったフリーダムガンダムを作ってみることにしました。今塗装しているのは白装甲とフレーム、レール砲などのグレーのパーツです。今回はとにかく塗装するところが多いので、塗りやすいように色ごとに分けて塗装していきます。メタルカラーアイアンでフレームを塗装、
1回の塗装で渋いメタリック表現になるフレーム表現にぴったりの塗料。続いてはスターブライトゴールド。フレームがメタルカラーアイアン一色だとちょっと寂しいので、スターブライトゴールドをアクセントにしてみました。続いてはスターブライトシルバー。ギラギラ反射の憎いやつ。今回のメインカラーになります。フリーダムの白装甲部分に使用しました。見事なギラギラ感。お次はパールシルバー。スターブライトシルバーの上に塗装。パールシルバーを塗装しない白装甲と組み合わせて、白装甲に表情をつけられないかとやってみました。違いがわかるかな？わかったような、わからないような。こちらはグレーのパーツ。黒下地に直接パールシルバーを塗装してダークなパールシルバーに仕上げます。渋くてかっこいいので最近お気に入りの塗装法です。再びの EX ブラック。紺色や青色の部位を塗装していきますよ。胸やスリッパ、翼などですね。暗く色の濃いパーツなのでリアクティブモードに見えるように色で悩みました。ということで紺色にはスターブライトアイアンを選びました。スターブライトシルバーに比べるとだいぶ暗いですね。しかし思っていたより明るく見えるな。フリーダムの紺色のパーツの印象ではないですね。仕方がないのでクリアブラックを塗装して暗くしてしまいましょう。クリアブラックって使う前はどういうシチュエーションで使うのかよく分かってなかったんですが、当工房では結構な頻度で使ってますね。暗めのメタリック塗料とよく組み合わせて使っているので混ぜてみたらいいのかな？ダメか。乾燥を挟んで2回塗装しました。青色のパーツをガンメタルで塗装します。塗った後に気づいたんですが、ガンメタルよりスターブライトアイアンの方が青みがあったので、こっちをスターブライトアイアンにした方が良かったかも。まあほんのちょっとの差なんですけどね。良い知見を得られたということにして次に活かせばいいかな。覚えてられるかな。再びの EX ブラック。黄色や赤色のパーツを塗装していきますよ。アンテナや顎のパーツですね。今回はメタリック塗装なので塗装工程は少ないだろうと思っていたんですが、めちゃくちゃ時間がかかっていることに気づき始めました。そういやマスターグレードを作ってるんだった。パールシルバーを塗装した後にミスタークリスタルカラールビーレッドを塗装。ちょっとだけ赤色の風味を足します。ほんのり赤色に見えるかな。続いてはミスタークリスタルカラートパーズゴールド。こちらもちょっとだけ金色を足していきます。明るく反射する部分に金色が見えますね。電源入れたら金色になりそう。とりあえずディアクティブモードの本体の塗装が終わったので、細々とその他のパーツを塗装していきますかね。クリアブルーでライフルのセンサーを塗装。続いてはクリアイエローツインアイを塗装しますよ。なんかいまいち。これだと組み立てた時に真っ暗になってしまいそうです。ツインアイのクリアパーツの塗装はいつも悩みどころですね。電飾するならクリア塗装の方がいいんでしょうけど、今回はスターブライトゴールドで塗りつぶしてしまいましょう。電源入れたりしなくても光って見えるのでお手軽ですね。アクエオスの艶消しブラックで熊取りを塗装します。水性塗料なので後でマジックリンで拭き取ってゴールドに輝くツインアイを浮かび上がらせます。まさかの EX ブラック。もう塗装は終わったと思ったでしょ？僕もそう思ってました。なぜかライフルとシールドはディアクティブモードでも色がグレーにはなりません。なのでこの2つをフルカラーのテッカテカ塗装にしていきます。ミスターメタリックカラー GX メタルレッドを塗装。小緑キャンディー塗装の下地ですね。だいぶ疲れてきているので小緑キャンディー塗装でさっとやっつけましょう。続いてはクリアレッド。ちょっと濃いめに塗装すると逆にムラが目立ちにくくなるという禁断の裏技を発動。続いてはプリズムブルーブラック。紺色の部分を塗装します。プリズムブルーブラックは一発でかっこいい色になるので反則に近い塗料ですね。限定色プリズムメタリックブルーバイオレット。名前が長い。再販してくれないかな。もう手に入らないんですよね。これも反則級の超絶かっこいい塗料で
青色とバイオレットの2色のメタリックがめっちゃかっこいい。さらにクリアブルーでもうちょっと青寄りにしてみましょう。劇中のライフルはもっと青色だったのでクリアブルーを重ねることにしました。限定塗料でキャンディー塗装をするという贅沢。お次はニュートラルグレーは白装甲を表現します。クリアパーツとこの白装甲だけ EX ブラックを使っていません。仕上げに EX クリアでクリアコート、ライフルとシールドだけクリアコートしました。メタリック塗装したところはクリアコートしないんですかとよく聞かれるんですが、メタリック塗装そのものの質感が好きなのでやりませんね。クリアコートもサーフェイサーも別に必須の工程じゃないですからね。やらなきゃいけないことなんてないですよ。好きにやったらいいんです。忘れてた、スターブライトゴールド、胸のバルカン砲ですね。こんなちっちゃいパーツをなくさずに塗装する自分を褒めてあげたい。さあデカールを貼っていきますよ。水を含ませたスポンジの上にデカールを置いて、デカールのりを使って貼っていきますよ。デカールを貼りたいところにデカールのりをちょんとつけて、綿棒でデカールをスライド。デカールを水で濡らした綿棒でちまちまと移動して、乾いた綿棒で水を押し出して圧着。これでデカール貼り付け完了。さあどんどん貼っていきます。というところで前回のゾゴック動画へのコメントを返していきましょうかね。なんだかすごくコメントが多かったです。ありがとうございます。コメントを読むと皆さんもゾゴックがかっこよく見えてたんですね。よかったよかった。いや待てよ。みんなテカテカ塗装の見過ぎで目をやられているのかもしれない。話半分で聞いておこう。それではコメントを返していきますよ。誇り一つない塗装面を見て大理満足を感じています。ありがとうございます。誇りのない塗膜を作るために一番大切なことが何かわかりますか？デカールです。意味はわかりますね。みんなには内緒ですよ。続いてレゴのミニフィグどうやって作りましたかというご質問。めちゃくちゃ久しぶりにミニフィグに気づいた方が、無地の顔を買ってきてアクリジョンで筆塗りしています。今まさにやっている工程と一緒ですね。彼は監督という立場で制作現場を見守ってくれています。続いては相変わらず神々しいまでの輝き。そして回を追うごとにどんどん口調がねっとりしてというコメント。お好きでしょねっとりしゃべり。このしゃべりが役に立つという方もいらっしゃいました。何の役に立てたんでしょうね。僕には分かりません。他にも昔見た夢でジオン残党軍に入ってゾゴックに乗るように命令されて、こんなダサいの乗りたくないと大揉めする夢を見たことがあったけど、これならかっこいいかもというコメント。やっぱりゾゴックってダサめな印象ありますよね。旧キットの影響なんですかね。今は立派にかっこよくなってよかったです。そういえばゾゴックのブーメランカッターを放熱版だと思っていたという方が複数いらっしゃいました。僕もそう思ってた一人です。わしゃ牛ネイガスか。こんなところからまだ楽しいコメントを紹介できたらと思います。ということで部分塗装が進んでおります。もうマジックリンでの拭き取りまで進んだのか。ところで今回はたくさんの塗料を使っています。塗料のインサートカットを撮影した時に気づいたんですが、エアブラシで使った塗料がなんと19色もありました。ほとんどモノクロの塗装なのに一体どうしたことか。こっちが聞きたいわ。部分塗装でもリトリビューターアーマー、ウェイストングリーン、スピリットストーンレッド、ドラケンホフナイトシェード、ナルンオイル、リードベルチャーと6色も使っていました。全部合わせて25色。とんでもないですね。ライフルとシールドのせいだろうなということで、もう1色追加。ガンダムマーカー EX ガンダムメッキシルバーを使います。メインカメラのクリアパーツの裏側に塗装して光を反射させて明るく見せます。ガンダムメッキシルバーは塗膜が非常に弱いですが、こういった手に触れない部分の裏打ちにはもってこいですね。クリア感もありつつちゃんと反射して明るくなってます。
アンテナを組み付けて、これで頭部の完成。さあ、だいぶ完成に近づいてきました。明日のデカールの透明フィルムを剥がしていきましょう。親指にマスキングテープを裏表逆に貼って、剥がしたフィルムを貼り付けて、後でまとめて処分します。デカール用ピンセットでフィルムの端を剥がして、ペロリと剥がしていきます。マスキングテープを貼って剥がす人もいるようですね。僕にはその方法が合わなかったので、ピンセットで剥がしています。人と技法には合う合わないがありますから、自分に合った技法を探すのも模型の楽しみですね。そういえば不器用だから模型が作れないという方も結構いますね。でもいい道具や合う技法さえあればなんとかなるもんです。例えば僕は筆塗りで光沢塗装はできませんが、エアブラシがあれば光沢塗装するのはお手の物。自分に合った道具や技法に出会えるといいですね。ということで全てのパーツが組み上がったので、並べて全身を組み立てていきます。翼を折りたたんでいたので、なんとか画面内に収まりました。マスターグレードなのでやっぱり大きい。そこかしこに金色のデカールや金色のパーツを配置したことで、ストライクとストライクフリーダムとの中間の機体という雰囲気が出せてるような気がします。頭を取り付けてこれで完成。いつもかっこよくなるだろうと思って作っていますが、これまたかっこいい。無彩色のいいメタリックカラーばかりでちゃんと色の差を作れるか不安だったんですが、バッチリ決まりましたね。特に黒下地のパールシルバーとガンメタルスターブライトアイアンのコントラストがバッチリ決まりました。背面もたまらない。ギラギラと反射しまくってて最高。クリアブラックのテカテカもいい感じ。プレッシャーを感じる色になったんではないでしょうか。戦場で出会ったらちびっちゃうね、これは。ということで今回はマスターグレードフリーダムガンダムバージョン 2.0 をディアクティブモード風のテッカテカに塗装しました。ほとんどモノクロのはずなのに26色の塗料を使う羽目に。さすがマスターグレード、作業量も半端ないです。苦労の甲斐あってか思っていた以上に強そうに仕上がりました。ディアクティブモードのままでもめっちゃ強そう。ということでマスターグレードフリーダムガンダムバージョン 2.0 をディアクティブモード風のテッカテカに塗装しました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。マジで強そうだな。